so on my 命を傷つけ I always lonely and 影が俺を呼ぶ出されそうに To be free Just to be free I wanna go and live in broken hearts しっかりわかります。よろしくお願いします。オープニングに登場してなかったんで、その分のちょっとプレッシャーじゃないですけど、他のグループがどんどん盛り上げてくれてる中で、後に控えてる僕らのちょっといつも味わえないような緊張感はあって、しかも登場が気球だったんで、なんか普通に登場するのは私もかなり高いんですよ、気球。本当にドームのお客さんの上の階と同じぐらいの高さまで行ったりしてたんで、本当に乗ったことも初めてですし、何よりその東京ドームをそういう高さから見れるってなかなかないことなんで、なんか不思議な、あっという間でしたね。本当に一瞬の出来事のぐらい体感は本当あっという間で、ただちょっと高いの苦手なんで、ちょっとこう掴んでなきゃいけないところを一回も離せなかったっていう。普段僕はカウントダウンとか先輩のライブ見に行って下からこうやって皆さん見上げて見てるんですけど、今回は僕たちが上に行ってみんなを見て、でけえなっていう、こんなに人が来てくれるんだっていう、いずれ単独でやってまた同じ景色を見たいなっていう、それ以上の景色も見たいですけど、僕たち上から気球登場だったんで、下のお客さんたちじゃなく上のお客さんたちと近いところで会えたっていうのはものすごく嬉しかったですし、何より出てきた時の歓声だったりとかの全身にこうぶつかる声だったり熱気だったりっていうのもすごかったので、これがどう思うかって感じですかね。出る瞬間にちょっとだけトラブったんですよ。気球が見えないように黒い布で隠してたんですよ。引っ張っても布が落ちなくて、一回出れないってなって気球が降りたんですよ。でもうとりあえず歩いてでも出ないとってなって、俺はこれステージ歩いて頑張ってこうなんとか気球対地上の3にしようと思ったんですよ。そしたら降り始めた瞬間にギリギリで布がハサって降りて、そのまま急上昇しながら出てって、だから出てった瞬間はめちゃくちゃテンパってました、正直。大きいな広いなっていうのは感じはしましたけど、どこでやるにもその会場の大きさであったりとか形近さとかの中で一番よく見えるやり方っていうのがあるなっていうのは思ってて、出てみてやっと明確になったというか体感したっていうのが一番でしたね。事務所に入って初めて出たのが僕東京ドームだったんですよ。それこそこの 8.8 でもついてくれましたけど、マンションジュニアの一員の中で布がかぶってて、バッてやったらお客さんが目の上にバーっているっていう鳥肌がすごいだったんですけど、その時と似てましたね。でもなんかメインであんだけ先輩たちもやれないような気球だったりとかお金かけてもらってるセットの中でやれてるっていうのはすごいいい経験だったし、一生忘れない景色だなっていうのはありますね。もちろんそのデビュー自体はものすごく嬉しいし、やっぱ通過点ではあっても一つのそこは目標でもあったし、なんだろう、そのやっぱ僕たちだけのファンじゃない、僕たちだけのライブじゃないっていうことももちろんあったし、あとはその一緒に今までやってきたメンバー、トラビスとかもそうだし、ちょっと後輩とかもそうだし、先輩もいたし、そこでそのメンバーも知らない中での発表っていうのがすごく不安で怖かったんですよね。難しいですよね。なんかそのストーンズからの報告だって思う人もいるし、そこをどこかゴールに思ってた人も少なからずいるというのは分かってました、僕らも。っていうのを一気に感じ取らざるを得なかったというか、だからもう今は受け身だなってまっすぐ前見てました。発表して
て一番に感じたのがお客さんの反応だったんですよ。もちろん喜ぶ人もいれば他のグループのファンの方々たちからしたら悲しむファンもいるし、各々が各々でこういろんな表情だったりいろんな気持ちを抱くんです。あの瞬間で一気に。でもストーンズみんな気にしいが集まってるグループだから、自分たちの発表をしたらファンの人たちはどう思うんだろうをまず本番前からずっと考えてた。でもやっぱ花束をもらう時にすごいキラキラしましたよね、目がすごいパーッとして「ありがとうございます」みたいな、だからそれを見てちょっと、気が楽になってますか。やっぱ目の前でこう近くで笑ってくれてたから、ああ発表してよかったんだなって思えたんですよ。泣いてる人もいれば、喜んでる人もいて、悔しい人もいて、いろんな感情の人の表情を見て、これはね、俺たちも通ってきた道なんで、ファンのみんなにも当然そういう気持ちは絶対生まれるんで、だからそこを、特に僕たちはね、歴も長いですし、こういう同時デビューっていうのはまたジャニーズで初で、そのノンストーンズファンは喜んでいるとは思いますけどね。とりあえず表情を見てましたかね。なんかイニアチカとか、締めかけもそうだし、つくらとか、向こうからこっちの着替え場まで近寄ってきてくれて、おめでとうございます、握手とかハグとかしてくれたりとかっていうのは、先輩後輩問わず、来てくれましたね。みんなハゲた時に「おめでとうおめでとう」ってまとめて言ってくれたっていうのはあるんですけど、やっぱりトラビスジャパンがお兄ちゃんグループっていうのでやってきて絆もすごいあったんで、ノエルとかはハグしてくれたりとか「おめでとう」って言ってくれたりとかで、なにわ男子のところとかにも行って、したら西畑大吾が僕たちもすぐ追いつくんで待っててくださいねっつって、でもそこでも頑張ろうって、負けないようにしなきゃなっていうスイッチも入れてくれたんで。その前に事件があったんですよ。花束を持ってきてくれるっていうのがあったんですけど、デビュー発表にびっくりしすぎて花束を持ってくるタイミングを忘れたんですよ。でスノーマンストーンズ授与されてるんですよ、花束で。俺だけねえみたいになって、そしたら織山が上手から猛ダッシュで走ってきて「すいません!」って言って花束持ってきて、デビュー発表にびっくりしすぎて遅れましたとか言って、でももうそこで一気に切り替えられたっていうか、こいつ可愛いなって思っていい思い出になりました。ジュニア全体でやってるものっていうのはストーンズとスノーマンがデビューするので、ジュニアとして残ってるのがこれが最後なんで、やっぱそこでのジュニアとしてのストーンズスノーマンのがいたジャニーズジュニア全部を見てほしいですね。やっぱラップ曲かな。いろんなユニットのミックスした中で、俺と猪狩と、本と渡ると後期でやったラップの曲が俺は一番ってわけではないけど、自分のその特技とかとして一番分かりやすい部分なんじゃないかなと思って、猪狩とかは元からラップやってたけど、ラップをあんまり経験がないメンバーが割と多かったんで、できなくてもいいから一回作ってみてって言って作らせたら、みんな結構クオリティ高くて、じゃあそれでいこうかって言って、何回も歌わせたりするのを聞いたりして、ここ違う歌い方してとか、高い方で歌ってみて低い方で歌ってみてとかいろいろ試して、で本番前も好きに自分がかっこよく見えるように周り気にしないでやってって言ってやりました。あんだけ集まってあんだけミックスされた状況って前にも先にもなかっただろうしないだろうしって思う点では、やっぱそのシャッフルコーナーみたいなところはすごくいいものだなって思いましたね。ローラースケートでパラダイスギングやったりとか、そういうシャッフルメドレーはやっぱりジュニアならではの特権だったりとか、あとしかもそれで先輩の曲を歌うっていうのがジャニーズジュニアの特権だと思うし、この DVD でしか見れない、今は YouTube とか発展してますけどなかなかできないことを東京ドームでできてるんで、
その辺は見てて自分たちも楽しいと思うし、多分ファンの人も面白いだろうなって思う。全部見てほしいですけどね。バイクとかはね、俺免許ないんでドームならではの乗れる場所みんなの一つの立ちたいステージで先輩のバックじゃなくメインで出れるっていうのはすごく大きいのかなって思いました。でも僕らはストーンズは割となんだろう、その場その場に応じて変えたりしないというか、いつも自分たちらしさみたいなものを大事にしてるんで、ちょっと生意気な言い方になっちゃいますけど、こうドームとかその公園の大きさによって変えるっていうよりかは、ドームであろうと、いつも通りのちょっとこう堂々とというか、なんか僕にならないようにっていうのは意識してましたけど。俺はすごく綺麗で幻想的だったし、遠くから見てて俺らが見えないじゃないですか。量多すぎて、で俺らも見えてないんですよ。ステージに立ってるストーンズも横に誰かいたんだけど、花吹雪がすごすぎて消えちゃってるぐらいほんとすごかったんで、あれはなんかすごいな、この量を見てもらいながら言ってましたね。一応日常的にいいかな、俺は。ソロコーナーで自転車乗ったことですかね。お客さんと一体感が出せればいいなんてすごい思うのが自分の中のコンセプトだったんで、そういうのをしっかり務めることができたのかなっていうのがあります。衣装、スーツの衣装があるんですよ、それ、あれが実は些細なことなんだけど、ストーンズの初なんですよ。全部形と色がお揃いの衣装、今まで一回も着たことがなくて、黒とかの色は揃ってても形は絶対バラバラだし、で、全員二十歳過ぎて大人になったし、ちょっと大人っぽいものを着たいなっていうので、で、チェンジザエラーで綺麗に全員着てたのがレアなんですよね。アンコールのラフ・イン・ザ・ライフがなんか妙に目に映る場所全部が楽しそうに見えたっていうか、まず出て一番に映るのはファンですねがものすごいなんか楽しそうだなって思って、メンバーも楽しそうだし、モニターでチラッて映った自分見た時すごい楽しそうだし、なんか学校の放課後みんなでなんか鬼ごっこしてるみたいな、すごいなんか学校終わったらうわーみたいな妙ななんか爽快感があったなーって思いますね。でもそれこそミスターズドンが生まれたライブでもあるのかな。正直僕、舞台稽古であんまリハーサルに参加できてなかった部分があって、お客さんとほぼ同じぐらいのタイミングでミスターズドンと触れ合ってるんですよ。なのに一瞬で覚えられるぐらいのキャッチーさと楽しさみたいなのは、ストーンズのかっこいい曲の中ですごいいいスパイスになってるなと思っていて、多分今後もライブでやるでしょうし、それは DVD 見てよりこう馴染ませてもらって、また次のライブの時とかに一緒に楽しんでもらえれば嬉しいなと思います。ミスターズドンが作ってくれたミスターズドンしか何も告知せず、俺はブログではなんか言ってたけど、もしかしたらやると思う。それをね、動画も音源もなしに普通にライブ会場でやって、とりあえずこうやってやってくれるっていう現象が面白かったですから、今回はね、この DVD を買っていただいたらいろいろな方たちの素顔が見れると思いますので、とにかくいろんな人に「これ見た?」とか「あれ見た?」っつって「あの時懐かしかったね」みたいな「この子もうこんだけ大人になってるんだ」とか、いろいろな個性のいっぱいある人たちがいるので、ぜひチェックしてみてください。それでは拳を上げてせーのズドン。正直ね、僕今回ソロ史上最高傑作出たのでジュニア時代の僕たちストーンズをこういう感じだったんだな、何々君かっこいいって思っていただけると思うので、ぜひ見てみてください。